皆さんこんにちは。いよいよデリバリーの始まったライズ DJI テルロー、楽しんでいますか？このテルローは、DJI が開発したビジョンポジショニングシステムを搭載し、室内、野外と場所を選ばない優れた定点ホバリング性能と、ソフトウェアジンバルとも言うべき、高性能電子手ブレ補正を搭載した HD カメラ、リチウムハイボルテージバッテリーで、12分もの飛行時間を確保しつつ、$120で販売してしまった、トイドローン界を激震させた、とっても罪深いマイクロドローン。性能と機能美を追求したスタイリングは、好き嫌いの分かれるところで、没個性というか、よく似たデザインのトイクワッドがあるので、個人的にはいまいち好きになれません。僕が好きなスタイリングを持ったドローンといえば、これです。DJI Mavic Pro。というわけで、今回の魔改造は、テルローの性能はそのままに、Mavicのかっこいいスタイリングにしたいと思います。まずは、倉庫を漁って、とある機体を探します。少しは片付けろよ。心の声。そうです。数あるマービッククローンの中でも、最高の出来である、eSheen E58 ポケットドローンに、白羽の矢が立ちまくりました。なんといっても、フォルダブル機構というアームが折りたたみ可能なところが素敵なのです。まずは尺寸。テルローは小型ですが、フライトコントローラの横幅は結構広い。E58 は、折りたたまれたアームがボディ脇に隠れる構造のため意外とスリム。しかも、背面の巨大なヒートシンクと、ビジョンポジショニング用センサとカメラは移設不可能っぽい。うだうだ言ってても拉致が開かないので、こんな時は、童心に帰ってしまうのが手っ取り早い。要するに、躊躇せずに壊す子供になるのです。あら、モーターが抜けちゃった。リードが切れてる。ゴムキャップは固く接着されていたので、粉砕して取り外し、アンテナは丁寧に取り外しましたが、モーターの再利用は諦め、リードをぶっちぎってフライトコントローラーだけ取り出しました。しかし、フライトコントローラーを眺めると、こりゃあ、なかなか困難な道だなぁ、と感じます。ビジョンポジショニングセンサーは赤外線発光部と受光部、それにカメラからなるユニットですが、基板上にプリントされたパターンに直付けされているため、これも移設できないようです。ヒートシンクを外すと2つの金属蓋、ヒートシンクに接触するようくぼんでるので、発熱が大きいのでしょう。防止用の蓋を外すと、くぼみの下にも熱伝導グリスが持ってありました。拭き取ると、3つの FTGLSI、おそらく画像処理用、センサ処理用のプロセッサかと。裏面の防止蓋を取ると、そこにもプロセッサ、チャイロがお隣にあるのでフライトコントローラーかな。そして、地磁気センサーがありました。影響を受けないように独立しています。バッテリーもばらします。4つの端子間の電圧を調べてみると、4.3V、3V、無接続、グランドとなってました。ただ、無接続ピンもインピーダンスはほどほどなので、おそらく、充電の逆接用だと思われます。さて、次はこのフライトコントローラーを搭載するために、今度は E58 を破壊します。バッテリーサイズの問題から、汎用リポを使えるよう、純正バッテリー付属の基板は再利用。E58 のスリムなボディをカッターでゴリゴリ切り抜いて、とにかく、フライトコントローラーが収まり、カメラや仮面センサが収まるように穴開け。結局、
重量バランスもあって、ボディシェルの仮面半分を切り取って搭載。カメラはレンズの角度をフィックスさせるため、テルローのボディを切り取って移植。バッテリー基板はコネクタを接続した状態でメイン基板に接着し、新しく電源線を引き回しました。モーターは 7mm 系ですが、E58 純正から変更しませんでした。E58 の方が 10g ほど重量があるので、十分リフトできる推力もあると川山用。ただ、ギアダウンによる抵抗がどれだけ効率を落とすのかという点には不安が残りますが、こんな感じに搭載完了。搭載するバッテリーは 750mAh の汎用品を用い、ボックスはブリスターパックで製作、機体バランス適正化のため、リアギリギリに設置、ボディの蓋を取り付けて完成。裏面は、こんな感じになりました。ビジョンポジショニング、センサーの周囲は、干渉しないように少し大きめに開きました。重量はバッテリーなしで 75.5g。バッテリー搭載状態で 92.3g。元の重量は 94.4g なのでおよそ 2g 軽量化に成功。心配だった推力不足やモーター負荷も問題なしと判断しました。Wi-Fi の電波帯域が混雑しているので、電波状態が悪く、映像が飛びます。本来のテルローで撮影した映像は砂嵐にはならず、コマ落ちフレームは記録されないため、映像がスキップするのですが、本命映像ではヘッドマウントカメラと映像を合わせるために、砂嵐映像を差し込んで、フレーム調整をしています。あらかじめご了承ください。機体は風に煽られて揺れるんですけど、ほとんど揺れない。素晴らしい。さて、機体映像の方へ行ってみましょう。そこそこ風の強い日だったので、小さくて軽い E58 の機体は、風に煽られて激しく揺れてしまいますが、転してブレ補正がとても効果的に効いて、ほとんど映像が揺れません。本来これだけ風が強い環境では、いくら優秀な E58 といえども定点ホバリングはできません。テルローに搭載されるビジョンポジショニングシステムが床面のパターンを認識し、風で揺さぶられる悪条件下でもしっかり定置しています。ちょっとワンボタン撮影が行える機能を実行してみましょう。360度パン撮影。最後に、飛行中の機体に外力を加えて、復元力を見ます。素晴らしく優秀な復元力。この程度なら全く問題ないですね。じゃあ電池が
がなくなったので、そろそろバッテリー切れなので、着陸します。